こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。僕はポケスリを始めて約半年のプレパス勢です。回答が遅くなっちゃったのでもうちょい経ってるかな。パルさんに食材得意ポケモンのキノミ S について質問があります。僕は先日食材構成 AAA、キノミ S、オテスピ M、食 M、ウッカリアのナックラーを幸運にも捕まえました。正直もうナックラーにサブレを投げなくてもいいと思えるほどの個体だと僕は思ったのですが、キノミ S が少し気がかりです。パルさんや他の実況者の方の動画を見てもあんまり食材得意ポケモンのキノミ S について肯定的な意見を見たことがないように思えます。レノンクスさんで生産量比較をしてみたところ、レベル60でキノミ S ありなし個体のアボカドの差は6個程度でした。パルさんは食材得意ポケモンのキノミ S についてどのように考えていらっしゃいますか？長文になってしまいましたが、パルさんの意見をぜひ伺いたいです。これからもお体に気をつけてください。応援してますってことでありがとうございます。食材ポケモンのキノミ S について、まずね、食材ポケモンのキノミ S の何が微妙なのかという話をするんですけど、まず一つ、所持数がすぐに埋まってしまうので肝心の食材を持ってきづらくなるぜっていうのがありますね。今回のね、この方のナックラーだとオテスピ M まで持っていてキノミ S があるということで、なかなかなスピードでね、所持数埋まっちゃうんじゃないかなと思います。ここはちょっとね、ツールで見た食材の獲得量と自分のタップ頻度でね、また変わってくるところなんじゃないかなと思うので、実際編成してみた時のストレスみたいなのはね、またちょっと違う可能性があるぜっていうのは気をつけておいてほしいところかなと思います。これが一つで、もう一つが食材のポケモンってそれこそ食材確率を上げたいじゃないですか。この子もね、食 M とウッカリアっていうもう実質3段階分ぐらい食材確率が上がってるわけですよ。で、食材確率が上がっているっていうのはイコール木の実確率が下がっているということでもあるので、そこもねちょっとちぐはぐになっちゃうわけなんですよね。なので基本的に食材ポケモンに対する木の実の数 S は推奨されないのかなとは思うんですけれども、それこそね、アンバーの海流みたいに木の実一致であれば普通にエナジー的にも十分強かったりしますし、今だと EX モードがあるので木の実エナジー 2.4 倍で木の実一致を引いた時にも強かったりだとか、フライゴンだったらもしかしたら来年とかにね、トープ EX とかが追加されてそこで活躍できるかもなとか、そういった副次的な恩恵はしっかりとあるので、そこは悪くないんじゃないかなと思ってます。まだ始めてね1年未満とかであればトープに行くタイミングもちらほらあると思いますし、そういうところでもこのフライゴンはちゃんと強いかなと思うので、相性が良くないだけで活躍させられないわけでもないのかなとは思ってますね。あとは本当にね、このナックラー AAA、食 M、オテスピ M、ウッカリア来ないほんとね、都市伝説かなぐらいなかなかそのレベルの子は来ないです。うちにはね、サブスキルの種を使えれば該当するような子はギリいるんですけど、素でそのレベルのサブスキルを持ってるのは本当に1匹2匹その類ですね。うちはね、ゲンガーが木の実 S はなくて食材確率モリモリなんですけど、本当にこのゲンガーでも足が速すぎるっていうのもあって、マジでね、目を離すと一瞬で所持数埋まってることがあるので、木の実 S フライゴン埋まるのめちゃくちゃ早そうだなと、所持数めっちゃ溢れそうだなっていうのは一旦お気をつけいただけたらなと思います。で、これ何の話だったっけそう、食材ポケモンの木の実 S についてなんですけど、食材がやっぱり本業だと思っているので積極的には狙わないんですけど、それこそ海竜とかゲンガーとかも相性悪くないポケモンだったりしますし、最終的には食材構成が狙いのもので食材確率ががっつり上がってたらもうしょうがない今回のナックラーみたいな子はそれを上回ってあまりある、補ってあまりあるほど強いと思うのでしょうがないよねとそんな感じで捉えてますね。なんならね、本当に今後ナックラーに対してはサブレ上げなくてもいいぐらいめちゃくちゃ強いポケモンだとは思うので、ここはね、課金額的な部分とか日中どれだけタップできるかとかそういった要素も関わってくるんだけど、ぜひともこのナックラーはがっつり育成してあげてください。ご質問ありがとうございました。ってことで、じゃあ
。パルと申します。無課金初期勢が質問に答えてみるやつ。今回は食材に関する育成相談をお答えしていこうと思います。石住まいの相談も入ってるんですけど、食材セレクト、食材絡みということで入れちゃおうかなと思います。そんな食材絡みの無課金 Q&A 参ります。いつも動画楽しく見させてもらってます。育成系の質問です。パルさんは強い子を育てたのにそれよりも強い個体が来たけどリソースがかかる場合はどうされますか？手持ち次第なのは重々承知の上ですので多少背中を押してほしい気持ちです。具体的にはオイル担当がおらずアブリーを ABB でお迎えしました。30レベルまで育って使用感が分かってきたところで同じ ABB でそれよりも強い子が来たという感じです。まず1台目 ABB お手スピ S お手スピ M 触覚 M 触覚 S 所持 S 性格食材確率アップスキル確率ダウンうっかりやバケモンでさっきのナックラーもそうなんですけどもうドチャドチャのバケモンですね。メリットとにかく速くて30レベルでも蜜オイル結構持ってくる将来性もある。確かに。デメリットタップ頻度がそこまで多くないので溢れることもしばしばスキルダウンもちょっと悲しい。なるほどね。さあそして2代目 ABB お手ボお手スピ S 触覚 S スキ覚 S 夢ボ性格食材確率アップお手スピダウン控えめですね。メリットはお手ボ1台目よりスキル発生してくれる。デメリットが銀種が2つ必要お手スピダウンが痛い将来性はあまりない。ワッフル要因としてというよりはオイル要因として育てたい気持ちなので多少リソース割いても仕方ないとは分かっていながらも食材得意としてさっと食材を集めてくれるのも魅力だなぁと迷走しております。長文大変申し訳ありません。雑談程度で構いませんのでご意見を頂戴できたらなと思っております。これからも動画楽しみにしておりますということでありがとうございます。そんなわけで激強の初代炙りボンを育てていたらお手ボの炙りボンが来て悩んでるぜっていう感じのお話なのかなと思いました。これねとんでもなく悩ましいねまずシンプルに初代の方が食材の能力は高いはずなんですよね。ただし所持数あふれがしばしば起こるよと。で2代目はお手伝いボーナスを持っていてサブスキルの種を使えばこちらも食材の能力は申し分ないだろうというところでめちゃくちゃむずないいや本当にね無課金視点だと今もうサブスキルの種が相当貴重なアイテムになっているっていう感覚なのでなるべく伝説のポケモンとかメインスキルの種を使うようなスキルのポケモンとかに取っておきたいなっていう気分なんですよね。なのでそこを考えるんだったら今ね私だったら初代の子そのまま育ってるかなという気がしてます。スキル確率が下がってるっていうのも炙りボン自体スキル率が低くてスピードが速いっていう良くも悪くもねスキル天井に到達しやすいことでスキルの発動回数を稼いでる系の、バタフリーみたいなねポケモンだという風に私は認識してるのでスキルダウンもお手スピモリモリである程度は相殺できてるだろうっていうところでいいのかなという風には考えちゃいますかね。ただね結局問題なのってやっぱり最大所持数の方なんじゃないかなとは思うんですよね。スキルもスキル天井もねいつ行くの時は発動されなかったりだとかレベル60になっちゃうと今よりもさらに食材の埋まりが本当に早くなるので実はプレイスタイル的には2番目の子の方がいいっていう可能性はねちょっと感じるんですよね。ただね銀種使う前の時点ではやっぱ最初の子の方が素で食材確率アップ M を持ってて食材確率高いっていうのと言うてレベル30まで育ててあるっていうレベル50までのアドバンテージがあるといえばあるのでだから悩むっていう話ですよね。お手伝いボーナスもね私本当にお手ボ好きなのでめちゃくちゃ評価してるんですけどここまで来るとあとはもう周りのポケモンとの相性になってくるような気もしますね。タップ頻度が多くはないってことで周りのポケモンが炙りボンみたいなね所持数少なめな食材のポケモンとかスキルのポケモンばっかりであればお手ボがあっても結局所持数あふれが発生しちゃってあんまり意味なかったなみたいになるかもしれないのでなるのかな逆にね木の実のポケモンばっかりですっていう感じだったらいくらいつの間に育成してくれてもいいよねって感じなのでお手伝いボーナスの方を優先するとかもありなんじゃないかなと思います。あとはもう
レベル50までいったらサブスキルの種1個使って食材確率アップ S が M になるのを狙ってみるのも1個かな。でもむずいな本当にめちゃくちゃむずいな。でも本当にね、これ考えれば考えるほどめちゃくちゃいい質問だなと思ったんですよね。やっぱ世の中にある攻略情報みたいなものってそのポケモンが強いかどうか、カタログスペックはこうだよねっていうことが中心にならざるを得ないと思ってるんですけど、結局大切なのって自分のプレイスタイルに合うかどうかなんじゃないかなとは思っていて、プレイスタイルに合うから結果的に強いとか、世間的には強いとされてるけど自分には合わないみたいなものってどうしても発生しちゃうと思うんですよね。で、それプラス感情面もやっぱり人間なのでめちゃくちゃ大切だろうと思ってて、私はね、感情面切り離すべきではないとすら思ってるんですよね。そのスキルをあんまり使ってくれなくて悲しいとか、所持数いっぱいになってるとちょっともったいない気持ちになるみたいなのも仮に頭で理解してたとしても、それはそうとポケモンスリープって日常でコツコツ遊んでいくゲームだと思うので、毎日ちょっとずつなんかちょっともったいない気がするんだよなーって思いながら、それがね蓄積されながら遊ぶのって結構なストレスになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。やっぱそういうストレスって感じない方が基本いいもんだろうと私は思うので、そういう気持ち的に割り切れる割り切れないみたいなものも特にポケモンスリープを遊ぶ上ではなんなら一番重視したっていいんじゃないかぐらいには思います。それこそね、世の中には例えば大好きなゼニガメ2000時間リボン行きましたとか、ウパーの1000時間アイコンニコニコのやつゲットしましたみたいなのって、基本的には強さのためにやってなかったりするじゃないですか。でもその人にとってはそれこそが楽しいし遊ぶ理由になってたりすると思うので、やっぱね、カタログスペックなんてあんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよという誰もわからなそうなガンダムネタも一つまみしつつ、ここまでの話を聞いてみていかがですか確かにね、1の子はこのままで十分強いし、サブスキルの種も節約できるし、すでに育ててあるし、もうめちゃくちゃ強いと。このレベルのサブスキルの子やっぱりね来ないんですよなのでめちゃくちゃ強いと。で、2の子はお手棒があって周りのサポートをしつつ育成することができるし、お休みリボンとかも気持ち的にも取りやすいかもしれないなみたいな感じで、最後はやっぱ気持ち的にこっちだなっていうので決めてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います一応ね、無課金パル的にはサブスキルの種が節約できる1の子をそのまま育てそうだなという回答にはしてみたいなと思うんですけれども、最終的には気持ちで決めていいと思うぜそんな感じでご質問ありがとうございました。でもね、パッとねこの質問読んだだけだと2の子の方がね強いみたいなね風に書かれてたかなと思うんですけど、1の子信じられないぐらい強いかなと思うので、一回ね計算ツールとかもし使えたらちょっとね見てみて能力比較してみるのもおすすめです。ぜひともやってみてください。ご質問ありがとうございました。お次参ります。パルさんこんにちは。いつも動画楽しく拝見させていただいてます。無課金初期勢です。一緒石住まいの源泉について相談させてください。質問内容、パルさんなら1から4のどの子を採用しますか、もしくは源泉を続けますか。前提条件、アボカドポテトオイル要因は AAA の子はおらず、すべて AA の子を採用しています。ほうほう。メインスキルの種は2個、サブスキルの種は1個しかありません。他にメインスキルの種を使う予定の子はいません。石住まいのフレンドレベル9。なるほどね。懸念点、石住まいの飴が550個しかなく、レベル60になる頃にはグラタンを作っていないかも。これはね、多分ね、作ってないんじゃないかなというのは一回さておき、答え見ていきましょう。1、ABA 期待値 7.3 回、所持数 S、お手スピ M、好き角 M、身長バーケモンだね。2、ABC 期待値 6.1 回、好きレベ M、好き角 S、所持数 S、身長。なるほど。3、AAA 期待値 4.5 回、好き角 S、睡眠 EXP ボーナス、触覚 S、おっとり。なるほどね。食材の能力高めで AAA と。で、4番、ABA 期待値 4.7 回、触覚 M、好き角 M、好きレベ M、控えめ。なるほど。
パルさんの最初のポケスリ動画からずっと応援しているので、これからも動画楽しみにしています。ありがとう。じゃあ長い付き合いだ。いや、これね、なかなかバケモンみたいに難しい話だなと思いました。まずね、ポイントになりそうだなと思ったのが、石住まいの飴、そして種類で食材セレクトの使用感かなと思うんですよね。まずパッと見の印象としては、もう一番の子が強すぎるだろうと、1強すぎるだろうとこの子を育てたら本当にしばらくポテト、オイル、アボカド安泰なんじゃないかなって思うんですけど、レベル50スキル確率アップ M なので、現時点でも飴が足りてるのかどうか謎なのと、メインスキルの種もこの子を育てる以上はやっぱりがっつり使いたいなと。食材確率下がっちゃってるしね。なのでスキル1本で行くことになりそうだなと思ったので、それこそ今だとラティアスとかを並行して育てるのはまあ難しいんじゃないかなと。一旦リソース面に関しては、かなりこの子に突っ張っていく、本当に取り返しがつかないレベルのことを覚悟しないといけないのかなと思うので、覚悟できれば1はめちゃくちゃ強いと。で、そこに関してグラタンの今後に関してね、懸念をお持ちじゃないですか。で、本当に6月とかにカレーフェスがあって、最強カレーが更新される、追加されるみたいなことも全然ね、予想できるかなと思うので、本当に覚悟できるかと、食材セレクトの使用感と、グラタンが最強じゃなくなった後も食材セレクト中心で、この岩パレス中心でポテト、オイル、アボカド集めてって料理を回していくっていうのに耐えられるかどうかあたりをね、ちょっと考えてほしいかなと思いますね。まあ本当に一旦ね、1はスキル最強なんだけど覚悟がいるっていうところで、ちょっとねこの時点で食材セレクトを実際に採用して試してみてほしいなと思ったので、本当に余裕があったらでいいんですけど、ラティアスリサーチで編成してみてはいかがでしょうか。もう終わりかけなんだけどなんかね、その時に結局食材めちゃめちゃ偏るなとか、スキルが下振れしちゃってやきもきするなとか、スキルならではのいいところ悪いところみたいなものが見えたりするんじゃないかなと思うので、ちょっと試してほしいなっていうのと、食材 ABC のポケモンとかを普段からもし編成しているようであれば、それもね感覚似てるんじゃないかなと思いますね。そこでまず一旦合うか合わないか、肌に合うかどうかチェックしてみてほしいなと思います。ちなみに私は ABC のポケモンとか AAB のポケモンとかそれなりに編成したりするんですけど、まあそりゃ上振れ下振れあるよねーっていう感じです。全然拾ってこんなみたいな時はね、もういっぱいあるまあそういうもんだと思ってるので、料理作れない時も私はまあしゃあないなって割り切れるんですけどまあそんな感じでね、まずやっぱ位置を採用できそうかどうかを中心に考えてみてほしいかなとは思います。で、それ以外もうちょっとマイルドに、それこそこのグラタン環境の間ぐらいはメインで活躍してもらえたらなくらいで採用するんだったら、とりあえず採用しやすい2がいいんじゃないかなと思います。スキルレベルアップM も持ってくれてますし、レベル25とか30でしっかりもうまとまった強さになると思うので、それこそとりあえず進化させてラティアスリサーチで編成するのにも向いてるかもしれないまあそこまででもね、それなりには飴使っちゃうんですけどね。で、食材の能力が高い3と4の子に関しては、もう AA の各食材担当のポケモンたちがいるということで、採用するんだったらやっぱりね、3と4の子に関してもスキルレベルを上げたくなるんじゃないかなと思うので、だったらスキル最強の位置に集約した方がいいのかなみたいな気持ちになりそうかなと思うので、なのでそうね、おすすめはとりあえず2の子を育ててみて、しばらく編成してみて、食材セレクトいいじゃんと、グラタン環境終わってもアボカドとポテトとオイルは岩パレス中心でいくぞって思えそうだったら、そっから1の子1をね本腰入れて、もうミニアメブーストとかもがっつり使って一旦レベル50とかまで、ごっつり育てて、もうメインスキルの種もどっこり使うっ
っていうのはいかがでしょうか。まあこれもね、本当に言うはやすしだと思うんだけどね。実際ね、お試しで編成するのとかもなかなか難しかったりしますよね。今週のね、料理ジャンルにもよると思いますし。で、さらにややこしくなることをちょっとこれから言うんですけど、手持ちのポケモンがそれなりに煮詰まってるのであれば、3番の子は一緒に寝るときに魅力あるなとは思うんですよね。イワパレス、所持数がそれなりにしっかりあるポケモンなので、寝ている時にアボカドを回収しつつスキルストックすることができたら、普通の食材のポケモンより多く食材を集められるポテンシャルはあるので、睡眠 EX ボーナスもある睡眠専用イワパレスみたいな採用を考えてみるっていうのも面白いんじゃないかなとは思いました。まあそんな感じで、覚悟できるんだったらめちゃめちゃ強い1、お試しするんだったら2で、抱き枕として3という選択肢もないことはないのかなみたいな感じの印象です。で、厳選を継続するかどうかに関しては私ならしないかな。やっぱ1より強い子はまあそうそう来ないだろうと思うので、私だったらここで決着にしちゃうかなというところですかね。それを探してる間にね、それこそグラタン環境終わりかねないなとも思うのでね、本当に個人的には1は覚悟を決めるのに値するくらいのとんでもないパワーはあると思うので、本当に食材セレクトが肌に合えばがっつり育成してみてはいかがでしょうか。そんな感じですかね。こちらもね、回答大変遅くなりました。ご質問ありがとうございます。お次参ります。こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。無課金バンドル未購入の消費税です。一生。でもよかったらぜひバンドルは購入して。ねえ、ぜひとも皆さんも購入いただけたらなと思います。マジでお得なので、バンドル。ねえ、私も、もういいか買って。私も買うかね、ちょっと無課金をね、動画上で名乗るときにバンドルは買ってるんですけど、みたいななんか説明を入れなきゃいけないのがめんどくさいみたいな、まあ私の話は一旦置いておきましょうか。ミニ竜の厳選に悩んでいます。現在、お敵の無補正 ABA 海竜を1体育成中で、AAA または AAC のミニ竜を厳選中です。なるほど。ミニ竜のフレンドレベルが40に達し、金スキルの確定枠を外せるようになりました。パルさんはミニ竜族の金スキル確定枠をどのように設定されていますでしょうか？他の食材得意ポケモンより木の実の数 S の有用性が高いことや育成が大変で厳選基準も高くなりがちな600族であることを考慮すると、お手伝いボーナスや睡眠 EXP ボーナスも欲しくなってしまい、1枠だけ金確定にすべきか、いっそ2枠ともするべきか、それとも食材確率を優先して全てオフにするべきか判断に迷っております。パルさんのお考えやミニ流厳選をする際に重視していることを教えていただけると幸いです。ということで、ちょうどね、木の実の数 S の話も出てきましたけど、なかなか面白い話ですね。ってことで、まず金スキル確定枠の設定についてなんですけれども、私ですね、フレンドレベルが40のポケモン未だに1匹もおりませんので金スキルのオンオフね、まだやったことないんですよね。ちょうどね、どちらのアカウントもミニ竜の遭遇数見てみたんですけど、36匹だったので、睡眠タイプ狙いなしでフィールド限定のポケモンをフレンドレベル40にするって相当大変そうだなと思ったので、まずフレンドレベル40すげえそれがすごいぜっていうのとで、確定枠をどうするかに関してとミニ竜厳選で重視していることなんですけど、これね、ポイントになるのはアンバーとか今後のドラゴン島で最強の海竜が欲しいのか、食材のポケモンとしての海竜を探しているのかの違いになるのかなと思いまして、どっちの方がグッときますか？まずね、一旦私も海竜2匹育成してまして、木の実 S はめちゃくちゃ助かっております。現状アンバーでめちゃくちゃね、エナジー稼いでくれてます。ただ、木の実 S を狙っていたかというと、それをメインに狙っていたわけではなくて、普通に AAA とか ABB を探してました。で、今育てているのが ABC と AAC なので
で、全くちょっとも狙ってなかったところを結局育てているということでね、何があったんだろうね、本当に。ね、諸行無常といったところで、まあ、海竜の木の実の能力が高いというのは皆さんもご存知かなと思うので、あったらいいなとは思ってましたし、実際今めちゃめちゃ助けられてはいるんですけど、もともと AAA とかを探していたので、その観点で言えば、私は金スキル確定枠全オフにするかも。あとは、アンバーに今後どれくらいこもりそうかとかで判断するかな。当然ね、アンバーにいる間って、海竜の木の実 S は無類の強さなんですけど、アンバー以外だったら木の実 S より食材すぐに集められる方が助かるよねってなるような気もしますし、ボーマンダが登場したり、ラティアスが来てチルタリスも株を上げたりしたので、役割分担はよりしやすくなったんじゃないかなとは思うんですよね。まあそこの育成リソースがあるかどうかというのは一旦置いておいて、なのでドラゴン木の実のポケモンを探すんだったらタツベイでいいやとか、タツベイ2匹育てちゃおうとかしてもいいのかなと思うので、シンプルに食材が足りてなければ全オフで、すでにお敵の海竜を育成されてるということなので、それ考えてもやっぱり食材メインでいいのかなとは思うんですけど、いかがでしょうか。逆にね、すでにお敵の海竜いるからある程度食材溜まるってことで、食材そこそこでもよければどうなんだろう、お手棒狙いで1枠とかつけた方がいいのかな。ちょっとそこは調べないとなんですけどいかがでしょうか。本当にね、お手棒食 M みたいなバケモン来てくれたら最高なんですけど、そもそも AAA も AAC も狙ってる食材パターンどっちも9分の1の確率なので、まあ、9分の2、22% ぐらい、食材構成の時点で 22% でしか出会えないポケモンの厳選をするってなるんだったら、やっぱね、確定枠なしとかじゃないと無課金には特に泥沼すぎないかいとは思いますかね。本当にね、今海竜が強いのもアンバー環境かつグラタンでオイルが使えて、若漏れでハーブとコーンが使えて、ワッフルでコーンとオイルが使えるからだとは思うので、次のドラゴン島でその食材が活かせるかどうかもわからないので、活かせなかったら海竜入れるよりボーマンダーの方が良くないってなりそうだなとは思うので、一旦金スキルオフの食材メインで狙ってみるというのはいかがでしょうか。そんな感じですかね。この方ね、初期勢って言ってくださってるので、手持ちのポケモン次第ではもっとね、ピンポイントの役割を狙ってもいいのかなとは思ったんですけど、まあね、すでにお敵の海竜いるのであれば、ピンポイントの方向性は食材なのかなと思いました。もちろんね、ドラゴン島で最強のお敵ので別の食材パターンの海竜探しますとかも本当にありだと思うので、まあ AAC か AAA を探しているんだったらオフっちゃうのはどう？そんな感じでいかがでしょうか。ご質問ありがとうございました。どうだろう、これはちょっとぜひ皆さんの意見もお聞かせいただけたらなと思いますね。海竜の金スキルは外しますか？ねえ、まあ私もね、ちょっと話してたら外したくなってきたので、ラピス EX 来たらあと10匹ぐらいかな、ゲットすると金スキル確定外せるようになるので狙いたいなと思いました。まあでもその頃はね、ラピス EX から2年後のアンバー EX に向けて木の実 S 狙いますとか言っててもおかしくないのかなと思ったのでどうなるでしょうかね。そんな感じでご質問ありがとうございます。そんな食材絡みの質問全4件でした。いやね、難しいよね。本当に食材のポケモンはね、食材特化で揃えたいという気持ちもあるんですけど、無課金のね、育成リソースだからこそ、その島で強い食材のポケモンってね、いてくれるとね、めちゃめちゃ強いっていうのは実感を伴ってわかるので、結構ね、食材ポケモンの木の実 S は無課金においてはまだまだしばらく議論に上がるテーマなのかなとちょっと思いましたね。無事は。ねえ、まあそんな感じで、かなりね、感情に訴えかけるような回答も多いわけなんですけれども
そういう返信でもよければ返信もだいぶ遅くなってしまうんですけれども、概要欄コメント欄の URL からご質問お送りいただけますと幸いです。お急ぎのご質問がありましたら、モンドのスーパーレター的なやつをご利用いただけますと幸いです。よろしくお願いします。そんな無課金初期税が質問に答えてみるやつ、食材についてでしたまだまだ質問溜まっておりますので、今後もねちょこちょこ動画作っていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当にね、いつもたくさんの応援ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。それではね、ラティアスリサーチももうあんまり日にちがないということでね、特にスキルのポケモンはしっかり試していきましょう。これ前回も言ったなそんなわけでスキルレベルモリモリイベントもたくさん開催してほしいですし、食材モリモリイベントもね、なんか開催してほしい。まあしてるかので、運営さん何卒お試しできる機会をねたくさん用意していただけたらなと思います。最後までラテアスリサーチも楽しんでいきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。